ヒョウモントカゲモドキです。我が家で飼育している個体です。1994年に購入し、その時はすでに当年サイズではなかったので、2023年の現在で年齢は30歳と推定しています。名前はヨネちゃんです。誕生日まではさすがにわからないので、記念日ということで私の誕生日本日11月3日に合わせました。30年前のことで購入時の記録等が残っているわけではないので、信じてもらえる方に信じてもらえたらということでお願いします。30年前と今とでは爬虫類の飼育用品の充実ぶりも大きく変わり、今では飼育に便利な用品が多く良い時代になったと思います。餌はイエコかフタホシのコオロギを基本にしています。コオロギがない場合はジャイミルを使うこともあります。カルシウムのダスティングもしていますが、どちらかといえば餌生物に栄養のあるものをしっかり食べさせるガットローディングを重視しています。例えばコオロギにふやかした亀の餌を与えたり、野菜や果物を与えたりしてから捕食者に給仕するということです。飼育当初から餌虫には栄養のあるものを食べさせるを徹底してきました。人工飼料が普及しだしてからはそれも併用してきました。人工飼料は恐林のレオパゲルとレパシーのグラブパイ、日動のコオロギペースト、これらは喜んで食べます。人工飼料を食べる食べないは個体の好みが大きいのでご留意ください。人工飼料は生き餌が入手できない時にたまに与える程度です。逆に言うとたまに与えても食べてくれるのでありがたいです。夏から秋にかけてはおんぶバッタのメスが取れたら与えています。捕まえた虫を与えるかどうかは各自判断でお願いします。またここ数年はたまにですが、培養しているアメリカミズアブの幼虫を与えています。給仕のペースは食欲の有無を観察して決めています。何日に1回という決め方はしていません。かなり食べたそうにしているタイミングで給仕しています。食欲は個体の様子と周囲の環境によって変わるので、給仕間隔は数日に1回の時もあったり、2週間以上空く場合もあったりします。とにかく給仕のタイミングは動物を観察して判断しています。そして給仕量は毎回満腹にはせず、満腹の少し手前で止める腹8分目の給仕を行っています。もう少し食べるかなというところで給仕を止めるということです。これも環境やタイミングによって食事量が変わるので、1回にコオロギ何匹という決め方はしていません。床材は飼育当初からいろいろなものを試してきましたが、ここ10年ほどはソイルに活性炭とカキ殻を混ぜたものを使用しています。ソイル単体では粒の隙間が大きくなり湿気が抜けやすいのが難点です。排泄物の吸収や分解を期待して活性炭とカキ殻を混ぜています。ソイルの種類はスドーのフロッグソイルかジェックスのテラリウムソイルを使っています。メンテの基本は糞や汚れた部分のつまみ掃除を行っていますが、およそ2ヶ月ごとに床材を全交換しています。爬虫類両生類用ソイルが普及する以前は熱帯魚用の肥料分の少ないソイルを使っていました。それ以前のソイル自体が普及していない時代は赤玉土や腐葉土などを混ぜて工夫していました。誤飲して排泄されにくそうなサイズ、物性のものは避けてきました。幸いにして今まで腸閉塞や食体のトラブルはありません。目の細かい砂は指の水分が奪われてしまうのと、暮らしにくそうにしていたので単体で使ったことはありません。キッチンペーパーや新聞紙などの紙床材は、この後で説明する保湿のやり方と合わなかったので、今までほとんど使ったことはありません。床材は常に一部分が濡れているような状態にしています。手で土を触ってなんとなく乾いてきたなぁと感じたら、水を変えた後、水入れを溢れさせて床材も濡らします。次に床材が乾いた感じになるまで何日か待ちます。頻度は季節や環境によって変わりますが、これの繰り返しです。
脱皮前などもう少し湿り気が必要だなと感じたときは、シェルターの近くの土を濡らすこともあります。大きな脱皮のトラブルは今までありません。また、蓋の開け閉めの加減で湿気がこもらないようにしています。蓋の開け閉めは保温と放熱も兼ねています。とはいえ、湿度を何%に保つということは難しいので、床材のどこか一部が湿っていることで湿度維持をしています。もちろん各社のウェットシェルターを使っても良いと思います。温度管理は説明が難しいですが、一応まとめると、全体温度は25度程度、隠れられる暖かい場所は30度程度です。季節や昼夜によって一時的にまたは部分的に20度程度まで下がったり、30度を上回ることもありますが、ケース内の温度勾配を意識したり、季節や気候によってケースの置き場所を変えたりしてその都度対応しています。この動画を作っている10月後半は寒暖の差が激しいため、太陽光の暖かさが得られる窓の近くにケースを置きつつ、パネルヒーターで保温しています。ちなみにパネルヒーターは真夏以外はつけています。パネルヒーターにケースがかぶさる広さで温度調節しています。他には夏は家の中で一番涼しい場所に置いたり、冬は冷気が届きにくい部屋の中央寄りに置くなど、エアコンの使用も含めてケースの置き場所を変えることで各季節に対応しています。また適温、適湿の部分を求めて土を掘る行動もとります。床材が土であることで適した環境を動物自身が探せているようです。長年飼育していると飼い主は感覚で温度を察するようになりますが、温度計で時々数値はチェックしています。動物の飼育に慣れないうちは温度計と湿度計をこまめに見るべきで、数値と肌感覚を合わせておかないと正しい感覚が育ちません。経験者のこんな感じは良い加減であっていい加減とは違うということです。ハンドリングはほとんどしていません。健康状態をチェックするためにごく稀に触れますが、触れられるのは嫌がります。触れ合いを求めるために飼育しているわけではないので、私はこれで構いません。ライトはジェントスの育つライトを使用しています。このライトは参考フィルターがついているので使っています。他の LED ライトでもいいのですが、その場合は LED ライトの光源は点光源で目に眩しいので、白い養生テープを貼るなどして光源を分散させ、和らげた方が動物の目に優しいかもしれません。UVB ライトは今まで使用してきたことはほぼありません。ただし季節によってはケースの置き場所次第でガラス越しもしくは網戸越しの太陽光が差す時間帯もあったという点だけお伝えしておきます。ここまで見ていただいた方に強調することではないかもしれませんが、どうやって飼育しているかを一言で説明すると、毎回観察してやることを決めて今日まで飼育を続けているということです。生き物の飼育はその個体に関する要因だけではなく、飼われている場所の環境や飼い主の接し方によっても結果が変わってくるので、ここで紹介しているやり方を進めるのが動画の目的ではありません。また同様の理由で相手が生き物ということもあり、同じ結果を出せるわけではないため、飼育に関しての質問には回答できませんのでご留意ください。気がつけばあっという間に30年が経っていました。最近のヨネちゃんはさすがに歩きがヨタヨタしてきたり、若い頃の体格が失われてきたりなどの変化はありますが、まだまだ食欲もあり元気そうに見えます。私も中学生からの付き合いということもあり、まだまだ元気でいてほしいと願っています。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ヨネちゃん誕生日おめでとうコメントをもらえると嬉しいです。